どうも、あつしです。今回は喧嘩4つの組み方、組み手の手順について解説をします。それでは早速始めます。喧嘩4つは相手と組み方が逆、僕右組で相手が左組になると喧嘩4つっていう組み方になります。相4つとは反対で、同じ側が襟を持つ、で同じ側が引き手袖を持つっていうような組み方が喧嘩4つっていう組み方になります。でこの時の組み方、基本は相4つの時のように引き手から持ちたいんですけど、喧嘩4つの場合だとハスになってる、お互いがこういう感じになってるので、引き手から取りに行こうとすると、自分が前に出るとかしていかないと取ることが難しい。自分から前に出ていっちゃうと相手に投げられやすくなってしまう。なかなか引き手から取りに行くっていうのは難しい。近い方の襟を取るっていうことになる。だいたい喧嘩4つの場合だとお互いに襟を持って、で最終的には引き手の取り合いになることが多いと。襟の持ち方も喧嘩4つの場合だといきなりこういうふうに襟を持つことができれば、パッと持てばいいんですけど、だいたい柔道着がきちんとなっている状態だと、ここから持ちに行こうとするとなかなか難しいので、反対の手で持ってちょっと自分の方に寄せて襟を持つっていう風な持ち方をすると。直接持つことが難しい場合は反対の手で出す。ただこれも故意に柔道着をこうやって乱すのは反則になってしまうので、パッと柔道着だけ乱すっていうよりも、柔道着を持って持ち帰るっていう風な握り方をすると、これは反則にはならない。ただただ柔道着を乱すのではなくて、柔道着を持つためにまずは反対の手で相手の襟を引っ張り出してから握るとしっかりと握りやすいので、こんな握り方で握ると。であとは釣り手の位置、自分が相手の腕の下から持つパターンと上から持つパターンっていうどちらか2パターンになると。で別にこれはどちらでもいいんですけど、それぞれメリットデメリットそういうのがあると。下から持つ場合っていうのは相手との距離を取るため、突っ張って相手と距離を取ることがしやすいし、背負い投げのように自分の腕を内側に入れるような技っていうのがしやすいというのが下から握った時で、上から握った時っていうのは逆に相手の腕を上からグッと押すことで引きつけることがしやすい。ここから払い腰とか内股とかそういうことをするのにしやすいというのが上から持つパターンで、相手の腕が下にあるので、ここから先ほどの背負い投げみたいなするのがちょっと難しくなるっていうのがこの上から持つパターンなので、自分がどの技が得意かで持ち方が変わると。持った上で肘を中に入れるとか、下から持っても相手の腕を挟むとか、いろんなその釣り手の握り方のテクニックみたいなのはあるんですけど、基本は下から持つ場合っていうのは相手との距離を取るパターン。ここからグッと引きつけようとすると相手は突っ張ってなかなかここから引きつけるのが難しい。下からつくっていうか、相手と距離を取る方がやりやすいと。であとはこの内側に引き手を持っていくのがやりやすいと。で上から持っている場合は逆に上から相手の腕を押さえつけやすいので引きつけることがやりやすいと。ただ背負い投げみたいな技に行くのはしづらいっていうのがこの襟の持ち方で、次が引き手の持ち方。釣り手をお互いに持った状態からこれ引き手の取り合いになることが多いと。引き手の取り方も自分から相手の腕が遠いので、前に出て取りに行こうとするとここで自分が崩れた体勢になってしまうことが多いので、こうやって取りに行くと相手に技をかけられてしまう。自分から前に出るっていうことはしないと。だから崩れずに自分の頭がまっすぐ上にある状態で引き手を取ることができれば取ってもらえば問題ないです。基本的な握り方っていうのが自分の頭を下げずに引き手を取るためのパターンとしてだいたい2パターン。まずは襟を持つ、で相手が引き手を持ってくる、で外から握り直して自分の有利な組み手にするっていうのが一つで、もう一個がこのまま肘を曲げて持ちに来る。そこから
上から巻き直して取るっていうのが引き手の握り方。襟を持つパターンっていうのはここから反対の襟を持つ。でここからもちろん技をかけたりすることも全然問題ないんですけど、ここから技をかけても引き手こう疲れたりとかしてしまうので、頭が下がらないような位置でまずは持つ。そうすると相手は持ってくるので、上から相手の腕を巻き込むようにして下を握ると相手を引きつけるのに有利な組み手になる。襟を持って袖を握らせて上から外に巻いて下の袖を握って自分の方に引きつけると、引き手を取ることができると。でもう一パターンは反対の襟取らずにここで相手に持たせると。で持った瞬間にこれも上から外側に手を回すようにして相手の袖を握ると。だいたい下側の袖を握ることで、これも最終的にはさっきと同じように自分の方向にこうグッと引きつけることができるというようなのが引き手の持ち方。前に出ながらかけようとするとこれ崩れてしまうので、相手が有利になってこう技に入られて投げられやすくなってしまうので、自分の体勢を崩さずにいかに有利な組み手で引き手を最終的に持つのか。でこの状態で有利な組み手を持つことができると、そこから技もかけやすくなる。基本的な喧嘩四つの組み手、釣り手をっていうのはお互い持ち合うと。下から持ったりとか上から持ったりっていうそこでの組み手争いっていうのが起こる可能性はあるんですけども、そこからだいたい喧嘩四つだと引き手の取り合いになるので、もちろん最初からゴクッと前に出て崩れずに握ることができればそれはベストですけども、そうじゃなくなかなか引き手取れない場合っていうのは、襟を持ってから持ち直すとか、まず相手に持たしてから持ち直すとか、自分から不利になるっていうことは少なくなるので、いかに自分が崩れずに有利な組み手になるかっていう、基本的な握り方というところも練習して、でそこから動いて技にかけるっていう。その前段階、組み手の練習というか組み手の手順、そういうところもしっかりと練習してみてください。では今回は喧嘩4つの基本的な組み方、組み手について解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。だいたい釣り喧嘩4つの場合だと柔道着だけ乱すっていうよりも、ただただこう柔道着を乱すのではなくて、背負い投げのように相手の腕を自分の腕を動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。